こんにちは、ポールです。前回、腰痛の人が行うべき2つのことというのをやってきましたね。で、その時には支持部位に体重を預けるということと、ため息を吐く、その2つをやってくださいということでした。で、なんでため息なのか、どういうため息を出せばいいのか、そういったものをね、今日は解説していきたいと思います。ただ息を吐くだけではダメなんです。ため息じゃないとダメなんですね。で、それはため息だけがね、腹筋の過剰な筋収縮を抜くことがね、できるからなんです。多くの人は腹筋を過剰にね、筋収縮させてしまってるんですね。それは何でかっていうと、体をしっかり支えようとしているからなんですね。ただそれね、過剰なんですよ。そこまで入れなくても全くね、体は支えられたんだけれども、それをね、ちょっと超過した過剰な体の支え方になってるんですね。で、腹筋は胴体の前側にありますよね。で、その腹筋を過剰にギュッと入れてしまうと、その反対側にある背筋、これね、対で働くんですけども、そちらもグッと筋収縮を進めてしまう。だから腰痛とかのね、原因になったりしやすいんです。ため息が腹筋の過剰な筋収縮を抜くことができる唯一のアクションなんですよ。これ一択。これはね、私が、自分の経験もそうですけども、クライアントとのレッスンを通じて、10年以上ね、かけて見出してきたものです。これ以外のやり方はね、おそらくありません。では、どのようなため息がいいのか。ため息なんてそんな種類があるように思わないですよね。私もね、そう思ってたんですけども、これがね、意外とそうでもなくて、ため息がうまくできてない人っていうのはちょっとレッスンで時々見かけられるんですよね。そして工夫をしてもらいたいところもあるので、効果的なため息の出し方についてこれから解説していきます。まず、これはため息じゃないよっていう例をやっていきますね。一つは、たくさん吐こうとする行為だったり、長く吐き続けようとする行為ですね。それとか、はぁとなんか短く押し出しが強いみたいな、これね、ため息ではないんですよ。理想的なため息は3秒ぐらいかけてソフトにね、抜いていくような感じのものになります。ちょっとやってみますね。ふぅ、こんな感じです。曲線をイメージするといいと思うんですよね。ふぅ、そして、ふぅとか、はぁとか、声に出してね、ため息を出してあげたりして、音付きというかね、そうすると、自分でもため息っぽいなっていう評価がね、しやすい。で、これでまず感覚をね、掴んでください。ただ、ずっと音に出してね、ため息を出してると、ちょっと日常生活上、周りの人からなんか大丈夫、疲れてるんじゃないのみたいな、心配をね、かけてしまいやすいですよね。なので、最終的には、音なしで、これを実践できる形には変えていくんですけど、慣れるまではね、音付きでもいいかなと思うんですよね。で、今は口から出すっていうのを促してます。その方が息はね、抜きやすいからなんですけど、本当慣れてきたら、鼻からでも同じように息を抜くだけなので、どちらでも大丈夫です。そしてもう一つ確認したいことが、ため息を出した時にお腹の表面がへこんだり膨らんだり勝手にね動くかどうかです。で、これでね、腹筋の過剰な筋収縮が抜けていることを確認するんです。動くのはおへそよりも少し上の、お腹の表面です。で、息を出した時に少しへこんで、ゆっくり吸っていった時に軽く膨らんできます。このように
手を当てるとその動きがね分かります。一つ注意点があって、それはねお腹を動かそうとすることですね。でそれはねあんまり良くないんですね。でお腹が勝手に動く感じが理想的です。腹式呼吸をね意識してやってこられた方とか、なんだろうな、発声練習とかを学生時代とかに一生懸命こうやってる、また今もやってるみたいな、そういう方の場合ね、お腹を動かそうとする意識がねなんか残っていたり定着していたりしやすいんですよね。でそれはね腹筋の過剰な筋収縮っていうのを抜きにくいので、ぜひねそこから脱却していただきたいんですね。でそのためにどうするかっていうと、別の注意を持ってもらうんですね。当たり前のことなんですけども、口から息を出すということと、なんかこう顔の目の前にある空気を鼻から取り込もうみたいな、それだけです。それでもお腹はね動くんですよ、勝手に。でその勝手に動く感じを得るようにねこうしていきたいんですよね。だから注意をちょっと息を動かす、または空気を取り込むみたいなところに注意を持っていって、なんか勝手にこっちは動いたなみたいな感じに近づけていただきたいんですね。このように注意をちょっとこう変えることで動作の感覚を変えられるんですよね。息を出して空気を取り込むっていうのは本来当たり前のようなことじゃないですか。で実際ねそれはね本来私たちがこうやってたことなんですよね。本来の目的で、その本来の目的に注意を向ける方が実は良くて、で筋肉とかそれに応じてね筋肉とか動くんですけど、それに注意を向けるっていうのは実はね良くないんですね。過剰な筋収縮を生みやすいんです。もう一つため息で注意してもらいたいことがあって、ため息を出そうとすると、ちょっとこう下がっちゃいやすいんですよね、体がね。別にこうしちゃいけないわけではないですし、こういう時ももちろんあってもいいんですけど、実際に意識してため息を出していく時にはこれをね、体をこう下げずにため息を出すことってできるんですよね。このため息を最初にもね言ったように、支持部位に体重をこう、この場合私今座ってますけども、そこに体重をこう乗せて、でとこう出してあげること。それでお腹の表面が勝手に動く感じがあったら、それがね理想的なまたは効果的なため息になります。エクササイズもあります。ホールドアフターエクスヘイルと呼んでます。でこれはため息を出し終わった後に3秒ちょっと止まるんですね。息を止めておくというか、でその後にゆっくりこう吸っていく。それを5回ぐらい繰り返すだけのエクササイズなんですけど、私がため息をこう出して、でその後に3秒数えますから、それにちょっとこう合わせてぜひねやってみてください。1、2、3。1、2、3。1、2、3。こんな感じですね。これは何がいいかっていうと、このため息の感じにね慣れていないと、割とね息を吐いた後にすぐにこう吸おうとする反応がね出やすいんですよね。でそのパターンになってしまうと呼吸のペースが速くなってしまって苦しくなりやすいんですよね。それを吐いた後にね待ってあげられるんだよっていうのをちょっとこう感覚的に理解していくのに、これがねこう役立ちます。だからこれをやりながら、なんか勝手にお腹がこう動くなとか、そういう感じをね掴んでっていただくのにもいいですし、でこれを本当ねやるだけでも気持ちもね結構こう落ち着いてくる感じになるんですよね。このため息は私が伝えている有利な体の使い方
において最もね大事なプロセスの一つと言っていいと思います。それは腹筋の過剰な筋収縮がね、これみんなやっていやすくて、でかついろいろなものに他に悪影響を与えているし、なんていうんですか、ボトルネックになってしまっているというか、はい、だからなんですよね。そしてため息っていうとどうしてもこうネガティブなねイメージがありますよね。ただ決してねそうじゃないんですよ。ほとんどの日常動作で私たちは息を詰めていやすい。でこれはね過剰な筋収縮を、促してしまっているものなんですけど、腰痛の原因にもなりやすいしパフォーマンスにも悪影響を与えやすい、とにかくね不利な行為なんですね。これに気づいて動作の際にため息を出せるようにしていきましょう。動作の際に連続的に何度もため息を出さなきゃいけないわけではないんです。ただ例えば動き出した時であったりとか、ちょっと時々においてため息がふーっと吐ける感じがあったら OK ですから。今日は効果的なため息の出し方についての解説でした。引き続き有利な体の使い方を解説していきます。チャンネル登録してぜひ次の動画もチェックしてください。リクエストや質問などもコメント欄に記載してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。